全3部作の2冊目となります。一度は身につけたはずの良い習慣、それがなぜプレッシャーがかかるとあっけなく崩れてしまうのか。例えば、せっかく始めた朝の散歩が多忙を理由に途切れ、集中力が再び落ちてしまう。このやっぱり自分は続かないのかという経験、あなたにもあるのではないでしょうか。この解説では5分で薬に頼らず自己再生リズムを築くための具体的な実践フレームワークを提示します。今回の構成は5つのステップで進めます。まず導入として、なぜ習慣は続かないのかという根本的な問いを立てます。次にその解決策となる3つの重要なポイントを解説します。そして最後に明日からすぐに実践できる自己再生の具体的な方法を結論としてまとめます。それでは本題です。多くの人が直面するこの問題をあるビジネスパーソン、ケンジさんの事例を通して分析します。彼は一度理想的な生活リズムの構築に成功しました。しかしその習慣は長続きしませんでした。彼の失敗の要因を分析することで解決策が見えてきます。事例を紹介します。ケンジさんは1ヶ月にわたって朝の散歩を継続することに成功しました。しかし繁忙期を境にその習慣は完全に途絶え、結果として集中力も再び低下します。彼はやっぱり自分は続かない人間なのかと自信を失ってしまいました。これは多くのビジネスパーソンが経験する典型的なパターンです。しかしこの失敗の根本原因は本当に意志の弱さにあるのでしょうか。結論から言いますとそうではありません。ケンジさんがたどり着いた答えは習慣が続かないのではなく環境が続かせないという視点です。つまり変えるべきは個人の意思欲ではなく行動を規定するシステム、すなわち環境そのものなのです。次にポイントの1つ目、心を支える環境設計です。結論は意志の力で自分を無理に変えるのではなく、望ましい行動を自動的に引き出す環境を設計すること。これが唯一かつ最善の解決策となります。こちらの比較をご覧ください。意志力とは有限な先進的エネルギーです。これに依存するアプローチはエネルギーが尽きた時に自己嫌悪に陥るという欠点があります。一方の環境設計は行動を自動化する仕組みそのものを構築するアプローチです。そのため一貫性があり持続可能性が極めて高いのです。ケンジさんの習慣が崩れた直接的な原因は彼が気づかぬうちに陥っていた環境の罠にあります。具体的には就寝前のスマートフォンの使用です。脳は視覚情報に強く影響されます。夜間にスマートフォンのブルーライトを浴びると睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、睡眠の質が著しく低下します。これが翌朝のモチベーションを根本から削いでいたのです。この問題に対し、ケンジさんは具体的な対策を講じました。寝室からスマートフォンを完全に排除し、目覚まし時計を部屋の外に置いたのです。その結果、彼は翌朝、電子音ではなく自然光で目覚めるという体験をしました。彼が獲得の静寂と名付けたデジタル機器に妨害されない澄み切った思考で一日を始められる状態です。この静かな時間が一日全体の生産性を高める起点となりました。次にポイントの2つ目、朝を制する3段階です。ではなぜこれほどまでに朝の時間が重要なのでしょうか。その理由をここでは3つの段階に分けて分析します。第1段階は太陽です。朝日を浴びることで幸福感や集中を司るセロトニンが分泌されます。第2段階は夜のリズムの固定です。就寝前のスマートフォンを断つといった夜の規律が翌朝の意欲を担保します。そして第3段階が環境の能動的な最適化です。ケンジさんは机を窓際に配置転換し、通勤中はスマートフォンをカバンにしまうルールを設けました。これがリズムデザインの基本原則です。この原則は他のビジネス書要約でも見られる普遍的なものです。一例として立花武氏の著書「やってみたらわかった。40代からの身体と心に本当に良い習慣」の書評が挙げられます。そこでは朝一番に最も難易度が高く集中力を要するタスクを配置するという時間管理術が推奨されています。
これは朝の集中力が高い時間帯、いわゆるゴールデンタイムを最大活用するための極めて合理的な戦略です。次にポイントの3つ目、小さな成功が次を呼ぶです。環境を整え、朝の時間を最適化した。しかし、そのサイクルを永続的に回し続けるためには、もう一つの心理的なドライバーが必要となります。それがこのメカニズムです。ケンジさんは朝のタスクを一つ完了した際の達成感が翌日の同じ行動への意欲を自動的に高める現象を、これを強化の塔と呼びました。この現象は脳科学の観点からも説明が可能です。タスクの完了が脳の報酬系を刺激し、ドーパミンを放出させます。このドーパミンが翌日の行動を促す強力な動機づけとなり、習慣の自動化を促進するのです。ここで重要なのは、失敗に対するマインドセットの転換です。習慣が途切れた際、責めるべきは自分自身の意志の弱さではありません。問題は、環境設計というシステムに不備があったという事実です。したがって、失敗は自己否定の材料ではなく、システムを改善するための貴重なデータと捉え、翌日のために設計を修正するのです。最後に結論として明日から始める自己再生を提示します。これまで解説してきた実践的なフレームワークは単なるテクニックではありません。それは薬といった外部の解決策に依存するのではなく、自らの力で回復する自己再生リズムを構築するというより本質的な考え方につながるものです。この自己再生リズムという考え方は医療専門家の見解とも一致します。例えば精神科医の和田秀樹氏の著書「だから医者は薬を飲まない」の書評には次のような記述があります。大抵の医者はできれば薬を飲みたくないと考えている。これは専門家自身が薬の持つ副作用や依存性を理解し、その使用に極めて慎重であることを示しています。もちろん薬物療法が不可欠な治療であることは言うまでもありません。しかし外部からの介入には慎重な検討が求められます。富高慎一郎氏の著書「なぜうつ病の人が触れたのか」の書評では、ある大規模な臨床試験の結果が紹介されています。それによると、抗うつ薬を服用したグループは偽薬、つまりプラセボを服用したグループと比較してあるリスクが 1.8 倍高かったと報告されています。このデータは自己再生というアプローチが持つ重要性を示唆するものと考えられます。同じくこの本の要約からのデータです。軽度のうつ病患者を対象とした6週間の試験では、偽薬で 50% の患者に改善が見られました。一方、抗うつ薬での改善率は 60% でした。この 10% の差が薬の純粋の効果と考えられます。この事実は薬への依存だけでなく、自らの内的なシステム、すなわち自己再生リズムの構築が回復プロセスにおいていかに大きな役割を果たすかを示しています。したがって本解説の革新的なメッセージは明確です。専門的な治療を否定するものでは決してありません。それに加え、自らの心を守るための防衛策として自己再生リズムという強固な内的システムを構築すること、これこそが持続可能なメンタルヘルスを実現するための基盤となるのです。では、明日から実践すべき具体的な第一歩を3点提示します。まず1つ目、今夜スマートフォンを寝室の外に置くこと。2つ目、起床後すぐに太陽の光を直接浴びること。そして3つ目、最も集中力を要するタスクを1つだけ朝一番に完了させること。これが自己再生に向けた最初のステップです。源氏さんが個人で始めたこの自己再生リズムは、やがて彼の所属するチーム全体に予期せぬ影響を与え始めます。彼が発見する共鳴の加速とは一体どのような現象なのでしょうか。次回シリーズ最終話でこの謎を解き明かします。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。